どうだって。おお、すごい。このスペースがね結構あるんですよ。これはですね、後付けしたタオル掛けです。ダイソーで買ったやつをこうやって留めてつけました。寒いから FF ヒーターを入れようかな。FF ヒーターは右側のスライドドアステップにつけてて、ここが暖気の吹き出し口になってます。で、その奥に見えてる白いのが燃料タンクですね。調味料はこのねダイソーの調味料入れに入れてるんですけど、いつも持ち歩いてるのが1234566種類か。胡椒、塩、カレー粉、シナモン、ウーシャンフェン、ドライパセリですね。今日はこの中にないスパイスを使いたかったんで別で持ってきました。パプリカパウダー、これね玄米なんだけど水洗いも新石新紙もなしで炊けるやつ。今奥にあるインバーターにコンセントをつなぎました。もうね換気扇になってます。ここがスイッチ。つまみで強さの調整もできます。お、めちゃくちゃいい匂い。あー、オッケーオッケー、火通ってます。いただきます。絶対これ合うよなと思ってさっきスーパーで買いました。
さっきお皿洗いで使ってたこのシンクなんですけど、どういう仕組みで水を出してるかっていうと、給水タンクがこの冷蔵庫の下にあって、その給水タンクからですね、ポンプで水を汲み上げて出してます。このレバーをカチッと上げると、ポンプが回って蛇口をひねると水が出るっていう、こういう仕組みになってます。排水はシンクの下に排水タンクが入ってて、ここに流れ込むようになってます。排水の溜まり具合がわかるように、ここに覗き穴をつけてます。こちらフィロエントっていうところのプロジェクターなんですけど、社内でたまに社内シアターというか投影してネットフリックスとか見たりするんですけど、これまで5、6年ぐらいすごい古いプロジェクター使ってて、新しい商品を使ってみたいなってちょうど思ってた時に、うちの商品使ってみてくださいってお声掛けいただいたので、ぜひっていうことで今回使ってみようと思います。テーブルの上に置いて向こう側に投影して使おうと思うんですけど、運転席とこの荷室の間につけるカーテンがあるので、一旦そのカーテンをつけます。これだ。これね、ミシンで縫って作ったんですよ、手作りで。前の部分の長さ測って、この収納のところにつけてるカーテンと生地が同じなんですけど、一緒の生地から作りました。もともとこのカーテンを作ろうと思ったきっかけが、フロントガラスの前のところシェードをつけてるんですけど、そのシェードのね、ちょっとした隙間から朝日が入ってきたりとか、夜でも街灯がすごく明るい場所とかもあるので、そういうとこだと電気全部消したら意外と明るくて寝づらいなと思うことがあったんですよ。完全シャットアウトしたいなと思って遮光一級の生地なんですけど、これでカーテンを作りました。光が漏れてこないようにぴったりつくように作りたかったので、マジックテープでピタッと貼り付けるような仕組みにしてます。これね、まずこいつ自身がね自立してくれるんですよ。今まで持ってたやつはプロジェクター自身だけだとちょっと自立できなくて、下に毎回三脚をつけて使ってたんですけど、これはもうこいつだけでいけると。で、なんか高さを出したい時は下がこうなってて、三脚の上にしっかり固定して使うっていうこともできる。こんな感じでめっちゃ動く。なるほどって思ったのが、これ見てください。上に向けて天井に移すっていうのができるっていう。これ思いつかなかったなと思って、なるほどって思ったんですけど、こうやってね、宇宙みたいなそういう系のやつとかね、寝転んでみたりしたら面白そうですよね。一旦電源入れましょうかね。DC で。この上のくるくるで、めっちゃ綺麗になった。ここだな。自動補正っていうのがついてて、こうやってちょっと動かしたりすると、ほら、ちょっと自動でカカって動くんですよね。ほら、自動キーストーン補正が完了しました。すごい。やっぱり5年前のやつとは全然違うわ。いろいろ進化してますね、ほんと。しかもね、これあれなんですよ。Android TV 搭載なんで、今まで使ってたプロジェクターは、毎回 Fire TV スティックを接続して、それで Netflix とか D アニメとかそういうの見てたんですけど、これはこの本体の電源入れるだけでもう見始められてしまうっていう。これは便利ですよね。ダウンロードだけはしてきましたんで、これでログインしたら見れるっていう。アップストアってところから、他のプライムビデオとかいろいろ追加して使うこともできるし、そこのリモコンはもともとセットでついてくるやつですね。視聴者さんにコメントでおすすめしてもらったオザークへようこそ見てみようと思います。なんかいきなりピンチになってる。1話が終わった。
で、いい感じでしたね。音はね、ちなみにスピーカーとかつながずに、これ自体にスピーカーがついてる、内蔵されてるんだけど、それで音を出してました。一応ね、こういう日本語の説明書がついてるんだけど、特にこの説明書を見らずに操作できました。直感的に操作できるようにデザインされてるなと思います。HDMI と USB のポートがついてるんで、ここからなんか接続して投影したりとか、あとスマホのミラーリング機能とかもあるんで、スマホの画面映したりとか、そういうのもできるみたいですね。とかもできる。このコンセントが生えてる位置がインバーターとなんかすごくいい感じの位置にある。多分映像じゃ全然伝わんないと思うんだけど、今外ものすごい風吹き荒れてて、車がもう揺れてるんですよね。震度3ぐらいの揺れで来てるもん。この下のクッションもですね、手作りです。波型のなんかフォーム素材みたいなやつを使ってて、多分厚さが8センチぐらいあるのかな。寝心地を重視したかったので厚めにしました。で、表面はこういうちょっと合皮素材みたいなつるってしたやつにしてて、例えばこういう布とかだとなんかこぼしちゃったりしたら染み込んじゃうけど、こういうのだったら拭いてきれいにできるかなと思ったんでこれにしました。で、裏側はスエード調の素材になってるんですけど、裏側も表と同じこの合皮的な素材にしちゃうとツルツル滑りやすいかなと思って、でこういう素材にしてみました。昨日寝るとき結構暖かかったから電気式毛布消してたんですけど、朝方になってやっぱちょっと寒くなってきて朝方だけつけました。この収納のところにつけてるカーテンなんですけど、カーテン束ねられるようにタッセルつけてるんですよ、こうやって。だけどこれ全く使ってませんこのタッセルの部分作るのが一番手間かかったんですけど全然使ってません。ちなみに束ねるとこういう感じになります。
増えてる。恒例のコメント紹介です。前回の動画にいただいたコメントを紹介していきます。今回もですね、スーパーサンクスをいただきました。タカさん、いつもありがとうございます。ゴールデンと下手くそ DIY さん、飯テロ、真似したくても車の中じゃなかなかうまく真似できない。これからも車中飯楽しみにしてます。ありがとうございます。家でも料理を作るんですけど、やっぱり車の中で作るとなると、特に軽バンでやるときはシンプルにやりやすく、ちょっと工夫は必要になるので、そこがまた楽しみでもあるかなと思ってます。いただいたスーパーサンクスはですね、グルのご飯とかおやつとかおもちゃなどに大切に使わせていただきます。ありがとうございます。ルナノさん、ボンゴ売ったのでは？初コメ。ありがとうございます。前回今回とマツダボンゴで車中泊をしてきたんですけど、この車はですね、6年前ぐらいかな、中古で購入をして達夫と一緒にDIY で車中泊仕様にして、基本的には私の一人旅で、時々二人旅でも使っていたっていう車です。もう一台別の車があって、これ日産キャラバンがあったんですけど、こちらは売りました。このボンゴは今達夫のお父さんの手に渡って、でお父さんの所有になっているんですね。はい、なので売ったのは日産キャラバンの方ですね。ありがとうございます。イッケイタさん、いつも楽しみに拝見してます。前から思っていたのですが、達夫さん、海子さんともサーフィンされますよね。サーフの釣りにチャレンジされてみては？ヒラメ、マゴチ、青物などいろんな魚種が釣れますよ。私もサーフの釣りをしますが、なんといってもお二人はサーフィンをされるので、海の地形や潮の流れのことやポイントになる離岸流などサーフィンをしない人よりわかると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。動画でもおっしゃる通り、全国的にも釣り禁止の港が増えてきてると思いますが、サーフが釣り禁止っていうところはそれほどありませんし、全国どこにでもあるので、お二人にはぜひおすすめです。これからも釣り、旅の動画楽しみにしてます。ありがとうございます。確かにそうですよ。これ読んで思ったんですけど、サーフが釣り禁止って聞いたことないですね。夏の海水浴の時期にちょっとこの辺やめてくださいとかはあるかもしれないですけど、泳いでる人に危ないから。サーフの釣りはですね、以前達夫がキス釣りをやったことがありますね。めちゃくちゃ寒い雨の日ですごい最悪のコンディションだったんですけど、何匹かは釣れたっていう感じでした。はいキス釣りはまた天気いい日にですね、二人でもチャレンジしてみたいねって話をしてて、なんですけど、一つですね、問題があってくるちゃん、ちょっと私キャストがすごく下手なんですよね。前よりマシにはなったんですけど、以前はもう毎回ちょっと変な方向に飛んでいくみたいな状況で、最近はその毎回あさっての方向飛ぶみたいな状況は脱したと思うんですけど、なかなか飛距離がですね伸びなくて、やっぱりサーフで釣りをするならある程度遠くに先に飛ばさなきゃいけないのかなと思ってて、ちょっとそれは課題になるかなと思いますね。ありがとうございます。あちこたびさん、手作り感満載のボンゴちゃん、やっぱり最高。昔よく房総に釣りに行きましたが、今どこもかしこも禁止ばっかりですよね。有料でいいので釣りを楽しめるところを作ってほしいです。ありがとうございます。そうですね、前回の動画でも言ってたんですけど、結構港で釣りを禁止しているところが多くて、なかなか釣りをする場所がないよねっていうことを言ってたんですよね。有料でいいので本当安心して釣りを楽しめるところがあればいいなって思いますよね。状況変わるのでですね、前までは OK だったけどもうダメですとか、いろいろネットで情報収集して、ここは行けそうだっていうことで行ってみたら、看板が立ってて禁止ですとかってなってるっていうのもよくあるので、本当に現地に行ってみないと分かんないっていうこともありますしね。旅ついでに釣り場所の下見とかしてですね、情報を集めていくと、少しずつ場所のレパートリーみたいなのも増えていくのかなとは思ってるんですけど、ありがとうございます。今回はここまでです。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。